1台しかないエンジンがございます。世界に1台のエンジンがしっかり装着させていただきました。行きます。はい、どうぞ。びっくりした。こんにちは、こんばんは。ローカルプライムチャンネルレポーターの菅原美優です。このローカルプライムチャンネルは兵庫にゆかりのある人や物にフォーカスし発信することで兵庫の魅力を発見するチャンネルとなっております。本日は兵庫県神戸市に来ております。そしてこちらじゃじゃーん、ザ・神戸クルーズルミナス神戸2に船内見学させていただきたいと思います。早速行ってみましょう。じゃじゃん、ルミナス神戸2、こちらが入り口ですね。見えますよ、窓から。すごい大きさです。見てください、絵が細かいところまですごい。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。今回店内見学をさせていただけるということなんですけども、どういったものを見せていただけるんでしょうか。店内見学ツアーにおきましては、通常入ることのできないブリッジやエンジンルームに入っていただくことができます。ブリッジでは実際使用される操舵機、汽笛などを触っていただくことができます。すごい。エンジンルームにおきましては、世界に1台しかないエンジンを見ることができます。世界に一つ。世界に1すごい。ルミナス神戸2っていうお名前じゃないですか。2以外にも1とかがあったりするんですか。ザ・神戸クルーズのルミナス神戸2は先代のルミナス神戸から1994年にルミナス神戸2が就航しまして、代替わりという形で就航しました。すごい歴史があるんですね。クルーズ船として就航しまして、収容人数が最大1000名まで収容することができるようになっております。1000人。この船のモチーフなんですが、フランスの国家客船ノルマンディー号をモチーフにしまして造船された船となっております。今回はツアーでお邪魔させていただいてるんですけども、普段はツアー以外にもお食事とかがいただけるんですか。普段もですね、季節ごとに、いろんなイベントクルーズを行っております。今の季節ですと、モンスタービアホール、少し前ですと光と海のビアガーデンで、これからですとクリスマスのクルーズであるとかカウントダウン、初日の出クルーズを、ご予定しております。イベントごとに来たくなっちゃうやつですね。はい、ぜひお待ちしております。じゃあ早速なんですけども、船内のツアー案内していただいてもよろしいですか。はい、それでは先にエンジンルームの方からしていきたいと思います。よろしくお願いします。エンジンルーム入る際の注意点があるんですが、足元大変滑りやすくなっております。また入り口風が強くなっています。気をつけてください。中に入るときはヘルメットと手袋とミニ線が必須ということで、しっかり装着させていただきました。この扉を開けると目の前には世界で1台しかないエンジンがございます。世界に1台のエンジンが。それでは早速入っていきましょう。はい。はい、こちらが本船のメインエンジンになります。はい。世界に1台しかない貴重なエンジンです。おー、すごい。ここはエンジンの上部になります。上部。まだ下の部分が下にもあるんですね。これは全てがメインエンジンになります。まだ下にもございます。まだあるんですか。上からも見れるんですね。はい、こちらは船員の休憩所となっています。通常船が動いているときは機関士はここで待機しております。先ほど見ていただいた一番奥にある大きなエンジンが本船のメインエンジンです。船を前後に動かす動力を発生しています。その少し手前にある銀色の2つの筒型の機械、それがボイラーとなっています。一番手前の3台あります。これが発電機となっています。発電機。でそこで作られた電気がそちらに届きます。電気を分けて各所にここから送ってます。車でいうとボンネットの中、そのようなイメージで考えていただくと分かりやすいと思います。初めて見ました、船のエンジン。エンジンルームは見せてくれるところが少なくて、電車ではぜひ見ていただきたいということで、想像の何倍もでかくてびっくりしちゃいました。こちらが中間軸となっております。前側にエンジンがあって、そこで発生された動力を後ろにプロ
これから、ブリッジの方までご案内したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。最上階っていうと、はい展望デッキがあるんですが、うんうんうんその一つ下の A デッキっていうところがありまして、はい。そこの一番船でいう前のところに運転席、そのブリッジっていうものがあります。運転席っていう意味なんですか？はい、そうです。日本語の漢字で言うと船の橋って書いてはい船橋って呼ぶんですけど、はいはいはい。世界基準だとブリッジっていうふうに言います。港と港をつなぐものっていう意味があります。これがブリッジの中になります。あ小さなお子さんたちを対象にしたお仕事体験プログラム、小学校3年生から6年生まで対象にしたやつがありまして、その際に見張りしてもらうってなると僕らのサイズに合わせてますので、実際前見ていただくのが難しいっていうことで、こういった台作っていて、これの上に土足のままで上がってもらって双眼鏡を持ってもらって見張りをしてもらうっていうのも弊社の方でやっております。すごい素敵。手作りっていうのがまた素敵ですね。はい、先ほどね連絡橋の中にも絵が描いてあったと思いますし、はエンジンループの中にもルミナスのロゴがあったりとか、ブリッジにもこういったものがあったりするのも結構僕たちの方で手作りして、お客さんに少しでも楽しんでもらえるようにっていうのをモチーフにしております。い。すごい素敵です。それではこの中の機器の説明の方を二等航海士の神崎君と代わって、してもらおうと思います。はい。ではよろしくお願いします。お願いします。まずは操舵機からはい。この操舵機を使って実際に船を右左に旋回させて操船していくんですけれども、実際に触っていただきたいと思うので、いいんですか？このハンドルを持っていただいて、はい。うわーすごい。メモリの一番右まではい。行っていただけますか。70度舵が消えると思うんですけど、そしたら前の画角指示器というところではい。追従して右の方に舵が切れていくと思います。実際に舵がこういう状態になってで今度反対に切っていただいて、うわすするとわ一気に行くのではなくて、ごい。本当だ、徐々に。はい、徐々に左に舵が切れていきうわすごい。ますので、今度最後にゼロに戻していただく。ゼロに。ゼロに戻っておお、戻りました戻りました。すごい。こうやって船が動いてるんですはね。い、実際この舵ですけれども、はい。船尾プロペラの後ろに舵が2枚ついてまして、1枚5トンの重さの舵が5トン。今触っていただいたと思うんですけど、両方で10トンあるんですけど、どうでしたか？軽かったですす。ごく軽いですよね。はい。ここで電気信号を送って油圧の力を使って舵を動かしているので、ここではすごく軽く操船できます。なるほど。はい、では続いてはい右前、公開用レーダー。実際僕たち操船している時は双眼鏡を使ったりだとか肉眼で操船しているんですけども、うん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 。例えば霧が出てて視界が悪いとか、うん遠くの船を確認したい時にレーダーを使ってます。真ん中はカーナビみたいなもので地図が入ってて、船長が引いたコースの上を実際走るんですけど、それを表示してくれていたりとか、こういう線です。この線は行く道ですか？実際に船を避けたりするので、このまままっすぐ走ったりということはないんですけど、これに従って船を走らせていくっていうことになってます。次海図をご覧いただきたいと思います。はい。おお。それ神戸港をアップにした海図をご覧いただいているんですけど、はい。実際今本船がいる位置分かりますか？ここです。ここ。はい。うわ、難しい。航海に出た時はもうちょっと縮尺の小さいこういった海図になる。大阪湾が映ってて明石海峡があったりだとか。このちっちゃい数字は全部水深。水深です。はあ。隣に航海日誌ログブックというものがあるんですけど、毎日気象だったりとか入出港した時の記事全て英語で書いてます。決まり文句みたいなものなので、特別なことがない限りは同じ記事が続いているかなと思います。こちらがエンジンテレグラフといって、はい車でいうところのアクセルになります。で見ていただいたら分かると思うんですけど、前進と後進という風になってまして、船にはブレーキがないので前進して止まる時には後進にエンジンを入れて船を止めることになる。こうして。で前にすごい。これは今はエンジンがかかってないから動いちゃわないんですか？はいなるほどなるほど。すごい。では次は汽笛を鳴らしていただこうと思います。やった汽笛のレバーがー。はい。ここにありまして、はい。右に倒していただくとはい音が鳴るんですけど、すごく大きな音が鳴るので、はいちょっと覚悟して覚悟して。鳴らしてみて、1秒ぐらい鳴らしていただければ。 1秒はい、いきます。はい、どうぞ。びっくりした。
すごく大きな音が鳴るので、どういう時に鳴らすんですか？はい、例えば出港時本線ですと後ろに下がって左回答をして外に出ていくんですけど、後ろに下がるっていう合図を先に鳴らしていただいた音を3回鳴らすと更新しますよっていう意味になります。1回だと右に曲がります、2回だと左に曲がりますっていう合図になります。実際に見学ツアーの時も荷重触っていただいたり、人数が多い時は何名かだけですけど実際汽笛も鳴らしていただくことが可能なので、ぜひ鳴らしてみてほしいです。次はマネージャーの方にバトンタッチしたいと思います。はい、じゃあお願いします。レストランのはい部屋の中をご案内したいと思います。お願いします。モンサービアホールを開催させていただいてまして、すごい雲が。わわわわ。ここでもっと照明が暗いので、はい。受付をされております。魔女はね、ゾーム船長であるとか、ドラキュラ支配人、フランケン料理長、皆さんとねお話しされたりとか、いろいろ料理運んだりとかいろいろしてるんですけど、またね時間帯が明るいのでモンスターたちまだ出勤してきてないんです。夜にならないと、はい、出勤してこない。後ろ側にねプライベートデッキもございますのでご案内いたします。はい。わあ、すごい見晴らしが綺麗。すごい眺め。カリブ。ここでカリブのお部屋でございます。わあ。今の季節ですね、修学旅行生さんたくさんいらっしゃっております。窓が大きいですね。ここはね窓と、あと上もね、上の方にも本当だ。じゃあ夜は星が見えますか？夜も星も見えますし、あとこの船ですね、レストランクルーズ船で明石海峡大橋通過いたします。ですね、上のねデッキからもご覧いただけますし、こちらだとお食事しながら眺めていただくと下下通過もご覧いただけます。魅力がいっぱいですね。はい、デートにもめちゃくちゃいいですね。そうですね、これからのクリスマスクルーズとかぜひお待ちしております。わあ、すごいロマンチック。わあ、すごい綺麗。うわあ、海の上にいる感じがすごいします。これ今はね明るいんですけども、夜になりますとこれ全部イルミネーションつけますのイルで、ミネーション。神戸の方だとねデートとかよく六甲山から夜景を見るっていうのが定番なんですけど、海からね逆に神戸の夜景を見るっていうのはなかなか皆さん機会がないと思いますので、ぜひ見ます神戸津もしくは姉妹船ですかね、片行の方になるんですけども、コンチェルトの船もございます。こちらの船はですね、フレンチ料理のフルコースがありますとか、鉄板焼きをお召し上がりしていただきながら生演奏も聞くことができます。両船ともにね海から綺麗な神戸の夜景をねご覧いただくことができますので、ぜひお待ちしております。ぜひ行きたいです。ありがとうございました。じゃあ神戸クルーズルミナス神戸2さんの今後の目標や思いなどあればぜひお聞かせください。私たちは神戸クルーズのスタッフ一同は SDGs プログラムに賛同しております。そのためお食事に関しまして食べ残しであるとか飲み残しを少しでも減らしていきたいと考えております。そのためルミナス神戸2の中で SDGs プログラムの勉強会を実施しております。またその成果として修学旅行生さんにもお声掛けさせていただいておりまして、実際に食べ残しとか飲み残しが少なくなっております。 SDGs プログラムに参加することによりまして社会貢献にもなっていくと私たちは考えております。またこれらの活動をねいろいろ違うことも考えてやっていきたいと思います。その中でねいろんな意見をね持っている方たくさんいらっしゃるので、またそこで協力し合って新しい活動を見つけていきたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回はザ・神戸クルーズルミナス神戸2さんの船内見学をさせていただきました。なかなか普段は見ることができないエンジンの部分だったり、舵をね切らしていただいたり、レーダーを見学させていただいたり、本当に楽しかったです。皆さんもぜひ船内見学されてみてください。今回は菅原美優が日本最大のレストランクルーズ船ザ・神戸クルーズルミナス神戸2船内見学ツアーをレポートしました。また次回もお会いしましょう。